皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆっけいです。皆さんはコーヒーや紅茶は好きですか？僕は朝必ずコーヒーを飲んでから会社に出勤しています。そんな忙しい朝に重宝するのが電気ケトルです。電気ケトルは気になるけど、どれを選べばいいかわからないなんて方、意外と多いのではないでしょうか。今回は電気ケトルを選ぶ手順からどんなところに注目して製品を選べばよいのか徹底解説していきます。また数多くあるケトルの中から僕のおすすめモデルも紹介していきたいと思いますので、電気ケトルの購入を検討されている方はぜひ最後までご覧ください。電気ケトルを選ぶポイントはご覧の5つがあります。1、沸騰時間。2、容量。3、素材・デザイン。4、安全性能。5、保温・温度設定機能の有無。電気ケトルを選ぶポイントの1つ目は沸騰時間です。電気ケトルの強みといえば少量の水を短い時間で温めてくれるところですよね。この沸騰時間を左右するのが消費電力量です。一口に電気ケトルといっても消費電力量は400から1300ワット程度まで様々です。デザインばかりに気を取られて実用性を損なってしまうことにならないように消費電力量もしっかりと確認しておきましょう。500ml の沸騰時間を消費電力量別で表したものがこちらになります。これを見てわかる通り、消費電力量が大きければ大きいほど沸騰時間が短くなることがわかると思います。なるべく早く温めてほしいという人であれば 1200W 以上の電気ケトルを選ぶといいですね。電気ケトルを選ぶポイントの2つ目は容量です。大家族など一度に必要なお湯の量が多いのであれば容量の多い電気ケトルを選ぶ必要があります。一方、一人暮らしの方など少量でいい場合には小さめの電気ケトルで問題ありません。電気ケトルでは大は小を兼ねるという考えは捨てた方がいいです。大きい分スペースを取ってしまう上余計な電気代まで発生してしまうので、家庭に不釣り合いな大きすぎる電気ケトルを購入しないように注意しましょう。コーヒーや紅茶などティーカップに必要な水量は140から 160ml、カップラーメンは300から 500ml、即席味噌汁は160から 180ml であることを踏まえて自分の家庭に合った容量を選ぶようにしましょう。用途によって多少異なりますが、1人で使用するのであれば 0.6 リットル、2、3人で使用するのであれば 0.8 から1リットル、4人以上の家庭であれば1リットルから 1.2 リットル程度の容量を選べば問題ないでしょう。ただ大家族で一度に使う湯量があまりにも大きい場合は電気ケトルではなく電気ポットの方が向いているかもしれません。電気ケトルの選ぶポイントの3つ目は素材・デザインです。電気ケトルは素材によって見た目の印象や使い勝手がかなり異なってきます。電気ケトルに使われている主な素材はプラスチック、ガラス、ステンレスの3種類です。各素材のメリット・デメリットはご覧のようになっています。プラスチックのメリットは比較的安価なことや種類が豊富なこと、比較的軽量なことです。デメリットは傷がつきやすい、汚れの付着や変色がしやすい、プラスチックの匂いがするところです。ガラスのメリットは水質を保てる、味に雑味が出ない、お湯の残量を確認しやすいところです。デメリットは重いことです。そして注ぎ口の掃除がしにくい、あと割れやすいことですね。で、ステンレスのメリットは比較的耐久性に優れていること、傷がつきにくいこと、そして温度変化に強いこと、そして安全性が高いことです。デメリットはステンレスは金属なので比較的重いことや金属臭が移る可能性があることです。一般的に販売されている電気ケトルのほとんどがプラスチック製のものですが、耐久性や保温性などの性能を重視するのであればステンレス製のものを、美味しさを重視するのであればガラス製のものを選ぶべきですね。個人的にはやはりステンレス製の電気ケトルがスタイリッシュで空間にも馴染む感じが好きですかね。電気ケトルを選ぶポイントの4つ目は安全性能です。電気ケトルもやかんやポットなどと同じくお湯を作り出す製品となっているため、湯気や本体に触れた際の火傷や空だきによる本体の破損、最悪の場合は火事などが発生する恐れもあります。電気ケトルを選ぶ際は安全性についての確認も怠らないようにしましょう。電気ケトルの安全性を測るための項目はご覧のようなものがあります。1、空だき防止機能。2、自動電源オフ機能。3、二重構造。4、蒸気レス設計。5、給油ロック設計。この中でも水がなくなった状態で電源が自動でオフになる機能である空だき防止機能と、沸騰後に電源をオフにしてくれる自動電源オフ機能は必須と言える機能です。
他にも小さいお子さんがいる家庭ではお湯漏れを防止する給湯ロック設計やケトル外部に蒸気が立ちにくい蒸気レス設計の電気ケトルを選ぶなど、自分の家庭に必要な安全設計が施された電気ケトルを選びましょう。電気ケトルを選ぶポイントの5つ目は保温・温度設定機能の有無です。電気ポットとは異なり、電気ケトルは基本的に保温・温度設定機能がないものが多いです。ただ何回かに分けてお湯を使う場合は、また沸騰させないといけないため、結構煩わしかったりするんですよね。そういった煩わしさを感じたくない方は、一度沸騰させたお湯を長期間保温してくれる保温機能が備わった電気ケトルを選びましょう。また、コーヒーや紅茶、煎茶などをそれぞれに適した温度で楽しみたい方や、赤ちゃんのミルク作りなど細かい温度調節が必要な方は、温度設定機能が搭載された電気ケトルを選ぶといいでしょう。それでは、このケトルの選び方を踏まえた上で、僕が選ぶおすすめのケトルのレビューをしていきたいと思います。それでは、レビュー編へどうぞ。今回ですね、僕がおすすめするケトルはこちら。ハゴーギという会社が出している電気ケトルになります。バルミューダとかティファールとかでももちろんいいんですけど、僕はあえてこちらのハゴーギという会社をおすすめさせていただきました。最近結構 SNS とかでも話題ですよね。デザインもめちゃめちゃかっこよくて、なおかつ性能も他社と引けを取らない十分すぎる性能です。まずはじめにこちらの電気ケトルの性能を簡単に見ていきましょう。本体重量は 570g、容量が 0.8 リットルで 1200W、お湯は40度から100度まで1度単位で設定することが可能で、お茶やコーヒー、インスタント食品まで幅広い音で使用可能です。しかもこちら30分の保温機能までついちゃってるんです。細口のケトルなのでお湯の量も調整しやすく、紅茶やコーヒー、お茶を入れるのにも非常に便利です。続いて外観なんですけど、このように取っ手部分などウッド調が使われていて、かなりおしゃれで、なおかつ火傷がしにくい構造になっているようです。そしてこのように注ぎ口は細口でドリップがしやすい構造になっています。中を開けると、ここにメモリが書いてあって 0.8 リットルがマックスっていう表記がされています。ここ欲を言えば細かなメモリが欲しかったなってところですかね。ハゴーギの電気ケトルには右からこちらですね、電源ボタンと保温ボタン、そして温度調整ボタンがついています。温度調整ボタンはこのように長押ししていくと40度から100度までの間で1度間隔で温度調整をすることが可能となっています。このように細かな温度調整ができるのがこの機種の非常に優れた部分なんです。一般的に紅茶は100度、コーヒーは95度以下、煎茶は80度のお湯で入れるのが最適とされているので、細かな温度調整できるのは非常に嬉しいですよね。それでは実際にお湯を沸かしていきたいと思います。今回は計量カップで 500ml を測って100度になるまで何分かかるかっていうのを検証していきたいと思います。それでは電源を入れて設定温度を100度にしてスタートしていきます。これすごいのがリアルタイムで現在の水温をデジタル表示させてくれるので、自分が設定した温度になるまであとどれぐらいかなっていうのが一目で推測しやすくなっているので、ここはすごいいいポイントだと思います。実際検証してみた結果、100度になるまでは約3分半かかるということが分かりました。これね、した直後のケトルになるんですが、この底面に関しては全く熱くありません。なので、このように床に直置きすることも可能です。しかし、この本体部分ですね。本体部分はちょっと結構熱いので、二重構造にはなってないのかなっていった印象でした。ただ、持ち手の部分はもちろん熱いとか全くありませんので、この本体部分だけ気をつけてください。今回は実際にドリップしてみるんですが、このマイルドカルディを使って検証していきたいと思います。それでは実際に入れていきます。まずはこういった形で少量のお湯で少し蒸らします。蒸らし終わったら円を描くようにお湯を入れていきます。この時にやっぱり注ぎ口が細いので、こういったコーヒーなどを入れる時にかなり重宝しますね。温度も1度単位で設定することができますので、コーヒー以外にももちろん使えます。カップラーメンとか一気にお湯をバーッと注ぐタイプには不向きかもしれませんが、使えないことはないので、細口ってのはどの用途でも使えるので、それは便利ですよね。最終的にはこういった形で、こぼすことは一切なくコーヒーを入れることができました。このハゴーギのケトルなんですけど、注ぐ時にもこうやって角度をつけても全然この蓋が外れにくいですね。
こんな感じで、真っ逆さまにしても全然外れないので、安心感はありますね。かといって、こうやって蓋を外そうとすると、全く硬いとかそういうことではなくて、スムーズに外れるので、そこら辺はうまくできてるなと思いましたね。続いて、保温機能を実際に使ってみたいと思います。保温機能を実際に使ってみるには、こちら電源ボタンを押していただいて、この保温ボタンですね。保温ボタンを長押ししていきます。そうすると保温が開始されます。保温は30分間保温されるような形になっていて、温度設定は先ほどと同じく、温度のプラスマイナスボタンを使って細かく設定していきます。保温ってあるとめちゃくちゃ便利で、コーヒーとか飲み終わった後にちょっとしてからもう一杯欲しいなーって時あるじゃないですか。そういう時に保温機能があると30分以内なら同じ温度で温めていてくれるので、また温め直すっていう手間も省けるんですよね。しかも30分で自動で停止してくれるので、保温してたのをうっかり忘れていても自動でストップしてくれるので非常に安心ですね。で、このケトルから出る蒸気なんですけど、蓋の一部にこのように穴が開いていて、この穴をケトル全面に持ってくることによって取っ手部分が熱くならないっていうメリットもあります。それとこちらのケトルステンレスでできているんですが、先ほど選び方でステンレスは匂いが移りやすいっていうデメリットを挙げさせていただいたんですが、ステンレスにも色々種類があって、こちらのステンレスは SAS304 っていう種類のステンレスを使っています。この SAS304 っていうのは非常に優秀なステンレスとして有名です。耐熱性、耐食性、そして強度が非常に高く、そして匂い移りもしづらいと言われています。その分価格も高いんですが、こちらのケトルには SAS304 が使用されています。はい、では皆さんいかがでしたでしょうか。今回は電気ケトルを選ぶ手順からおすすめの電気ケトルを紹介レビューさせていただきました。この電気ケトル結構いいですよね。素材もいいし、保温もできて、なおかつ一度単位で温度調整が可能ってところがすごい魅力的だと思います。デザインもめちゃくちゃかっこいいし、一応 Amazon のリンク概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。少しでもわかりやすいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではガジェットジェットのゆっけいでした。